こんにちは。仕事に役立つ文房具のお店、天の仕事道具店の店長天です。今日は手帳やパソコンのサブノートとして激推しの横長ノートの魅力と使い方を紹介します。横長ノートを使うと、特に仕事の時に効率アップややりやすさを感じるのではないかなと思います。今まで横長ノートやノートパッドをよく私は使ってきました。横長ノートを使うことのメリットがたくさんあって、もっと良さを伝えたいなと思って、ちょっと言語化をしてみました。メリットは大きく2点。一つ目は頭の中で考えていることを可視化できて、ミスなく無駄なく行動できます。二つ目は頭の中の容量を空けられて集中力をアップすることができます。具体的にどんなことを書いてどんなメリットを感じているのか紹介していこうと思います。まず一つ目は頭の中の考えていることを可視化でき、ミスなく無駄なく行動できるについてです。何かやりたいことを思いついたけど、どうやって行動しようとか、悩んでいて行き詰まっちゃった時、どう動いたらいいのか、なんとなくわかるようなわかんないようなぼんやりしてる時には横長ノートがおすすめです。例えば私は YouTube のメンバーシップをやりたいなぁと、ここ半年ぐらいぼんやり思っています。で、どんな人に届けたいのか、どんなコンテンツを作れるのか、作ればいいのかとか、頭の中でぐるぐると悩んでいたことを今動画上でつらつらと書き出し始めました。こういう頭の中を書き出すときは、縦型のノートだとノートの真ん中の膨らみが手に当たって気を取られたりしますよね。また横書きで文字を書くことが多いので、横の方が長いノートの方が書いていてストレスなく書ける気がします。さらに縦型ノートよりはどこからも書き出していい自由帳みたいな雰囲気が横型ノートにはあって、思いついたことをどんどん書けるし、書いたことからさらに思いつくことがあって、アイディアがどんどん膨らんでいきます。ある程度アイディアや頭の中で考えていたことを紙に書き出し切ったあたりでノートを改めて見てみると、書いてあることをパッと一瞬で俯瞰できるのも横型ノートのいいところだと思います。頭の中だけでぐるぐると考えていると、具体的にどうしたらいいのか、行動するためには何が必要なのかとかあれこれ考え出して、あれもこれもやらないといけないのかなと不安になっちゃったりとかして、もうちょっと今じゃなくてまた今度時間のある時にしっかり考えようって問題を先送りにしがちではないでしょうか。紙に書き出してみると可視化されることでやるべきこととか、そういうのが意外と少ないっていうことに気がついたりとか、これは今考えてもしょうがないなとか、やり始めてから考えたらいいかみたいな優先度を下げる判断もできます。動画の例えに沿って説明していこうと思います。私はメンバーシップ動画をやりたいなと思っていて、この通常動画だと文房具紹介とか文房具を仕事に生かす方法発信してるんですけど、それ以外に私はどんなコンテンツが作れるのか、そして作ったものは需要があるのか、需要があったとしてメンバーシップ動画にその人がたどり着いてくれるのか、考え始めるとどんどん不明な点とか不安な点が出てきて、結局どんな動画アップしたらいいかわかんないやっていう状況が続いていました。そこで考えていたことをノートに書き出してみます。そうするとどんな人に見てほしいかという部分がどんどん明確になっていきました。そして深掘りすると意外なことにも気がつきます。頭の中では需要があるならやりたいなくらいにちょっと上から目線ですけど思っていましたが、書き出して整理してみると、私は同じような価値観や状況の人ともっとコミュニケーションを取ったりとか、この私が発信しているいい部分だけじゃなくて、もっと泥臭く試行錯誤している様子を届けて共感してもらいたい、切磋琢磨できるような仲間が欲しいんだなと気がつきました。その仲間を作る場所として YouTube のメンバーシップっていうのは相性がいい手段で、仲間を作りたいと思った瞬間からどんなコンテンツを作るべきなのかというアイディアが具体的に湧くようになりました。そして1ページ分書き終わる頃にはこの方針で動画を撮ってみようと行動できる状態になります。心理的にも形的にも横長ノートっていうのは頭の中をどんどん書き出しやすくて、どうしたらいいのかにたどり着くまで考え抜くことができるアイテムだと思っています。
もう一つ、ミスを減らし効率的に動くことができる例をお話しします。それは手順を書き出すことです。何かの仕事とか業務を引き継がれた時、または引き継ぐ時とか、自分で一から手順を考えないといけない時など、実行する前に一度ね書き出すとミスと無駄を省くことができます。私はミスがねとっても多いタイプの人間なので、この事前に手順を書き出すっていう作業で、この場合はどうするんだっけみたいな例外などの対応を先にね検討することができたりとか、あとはね順番を入れ替えるだけでミスにつながる作業などをしっかりと理解することができたり、この作業の時はどんな情報などが必要なのかっていうのをもう前もって洗い出せるので、作業時に余計な対応をしなくてよくなって目の前のことに集中ができるので、ミスが減りね効率がアップしました。手順は縦型のノートに書き出すこともあるんですけど、手順の流れとか結果から逆算して動画のようにね考えていたり、後から対応を付け足すことも多くて、横型の方が書いててやりやすさを感じています。また作業実行時にこの手順を確認すると、縦型だと上から一個ずつ読みながらやっていく感覚なんですけど、横に書くと全体をバーッと把握しつつ、今やってる手順を確認している感覚になるので、次のことを見越しつつ対応できるのも横型ノートならではのメリットかなと思います。手順以外にも資料の構成を考えるときも同じような感覚になります。まず最初に一番最後のスライドに何を書くのか、何を伝えたいのかっていうのを書いてから遡って資料構成を考えたりとか、入れ替えたり付け足したりと考えています。横型ノートだと常に全体を見ながら考えられて、そのおかげで伝わりやすい資料がねできているような気がします。ということで、横型ノートにどうしたらいいか悩んでいること、行動したいけど行動できない理由や不安を書き出すと、頭の中で考えていたことが可視化されて必要なことが見えてくるし、書き出したことを俯瞰してキャッチアップできるので、ミスが減り効率がアップするというメリットになります。具体的にね考えたい時に使えるおすすめのノートを2冊紹介します。1冊目はいろは出版のクオリーノートブック B5 ワイドです。で、2冊目はマルマンのポケットサイズクロッキーブックです。クロッキーブックってちょっとね聞きなじみがないかもしれないんですけど、ざっくり簡単に言うと絵の練習に使われるノートになっています。主なこの2冊の使い分けポイントは、持ち運ぶかデスクに置いておくかの違いです。B5 の方は普段持ち歩く英語サイズの手帳よりも大きいので、ちょっとね持ち歩きには不便かなと思います。でも複雑なことを考えたい時とか、不安が大きくてたくさん書き出したい時とかは大きい方がね便利かなと思います。一方、ポケットサイズのクロッキー帳は英語サイズの手帳より小さく、そしてね何より軽くて持ち運びに便利。ページ数はね多いんですけど、薄くて軽い紙が使われているので、ノート自体もね結構軽いです。私はね筆圧が強くて裏にデコボコが抜けるし、文字もねちょっと透けるので、基本的には片面にしか書き込みしません。メインで他の手帳を使っていたりとか、パソコン仕事が多い人はポケットサイズのクロッキーブックが1冊あれば、比較的小スペースで手帳やパソコンを見ながらノートに書き込むことができるんじゃないかなと思います。また会議などでちょっとメモを取りたい時とかは、縦向きにして使うこともできて、便利かなと。書き出したページを保管したい時もリングノートなので、さっとね切り離して、で英語サイズのノートであればはみ出さずに貼り付けることもできます。なのでねサブノートとしてもとてもおすすめの横型ノートでした。仕事に役立つ文房具の本が発売されました。全国書店 Amazon にてご購入いただけます。ぜひチェックしてみてね。次は2つ目のメリット、頭の中の容量を上げて集中力をアップできるについて話していきます。日頃ねノートをあんまり使わないよっていう方とか、パソコンがメインでよく使ってるよっていうそんな方におすすめの活用方法です。パソコンでね作業していると、ふと飲み会の出欠そういえば今日までだったなとか、あれそういえば有給について人事に確認したいことがあったなとかね、目の前の仕事とは関係ないことをふとね思い出しますよね。で、頭の中でとりあえず覚えておくかみたいな感じでとどめると思うんですけど、私はこれがねすごく苦手で、結局そのまま忘れちゃったりとか、気になって目の前のタスクを中断したりとか、
そうなるのが嫌で、パソコンの ToDo アプリに書き込むために、わざわざ画面をね切り替えたりとかして、何にせよね集中力が途切れてしまって、そこからミスをしてしまうことが多々ありました。でその時にパソコンの手前にノートがあるだけでさっと書き込んで、頭の中からはそのことを一旦削除して、また目の前のことにね集中するっていうのが、私はね相性がいいなと思いました。その時に重要なのが、パソコンの前に開いた状態でノートがあるっていうのが大事で、横長サイズがねおすすめです。おすすめのノートはキングジムエミリー横長ノートというものです。中はね使いやすい方眼形で、見出しエリアもあるので、後から見返した時に探しているページをね見つけ出しやすいです。私のパソコンは14インチぐらいあるんですけど、横長もねノートといい感じです。一押しの理由としては、このノートはガイドに沿って線を引くことで1ページをね4分割できます。なので見開きでねウィークリーを作ることができるので、その日のスケジュールを書いておけば、時間を意識をしながらね仕事を進めることができます。他にも会議で発生した共有するだけとか確認するだけみたいなちょっとしたタスクを書いて、隙間時間にメモをね確認してさっとね終わらせたりとか、会議で決まったことをさっとメモっておくだけでも議事録をいちいち確認する手間がね省けて便利ですよ。自分のオリジナルのデイリーフォーマットを作ることもできます。同じエミリーシリーズから便利なね付箋パレットが数種類発売されています。ToDo とか時間とか自分に合ったフォーマットのね付箋を使うとカスタマイズできます。もっと小スペースでこのノートを参照しながら作業したいときは、ペンコプラクリップっていうのでノートをこんな感じで留めれば、見たいページだけをパソコンの横で見れる状態にすることができます。私がこのクリップをおすすめする理由としては、このクリアカラーがあるからです。クリップに挟んでもね、下の文字がうっすら透けて読めるので、わざわざクリップをねずらしたりとかしなくて扱いやすくてすごくおすすめです。最後までご覧いただきありがとうございます。皆さんのねお気に入りの横長ノートがもしあったら、ぜひコメントで教えてくださいね。今日はちょっとおまけがあります。おまけ、オランダでソストレーネ・グレーネという雑貨屋さんで購入したスタンプ台。インクのねつきが悪くてパフパフパフとね叩きつけて、うっすら発色する。質はね微妙だったけど、アイデアは100点。複数色をね手軽に入れ替えて使える便利な文房具です。